号発車をいたします。降りられましたらドア付近で立ち止まらず。久しぶり新幹線乗った。まあ乗って2、30分で寝とったけどないの。あ、嘘ある。鬼退治行こうかね。鬼退治ね。桃太郎でしょ。岡山といえば鬼退治でしょ。岡山スニーカー靴屋さん何だっけ。玄関にあ、ここ？あ、ここ？こっちです。お、見て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 。襟立っとる。あ、こんにちは。こんにちは。サングラスしとった。こんにちは。はじめまして。はじめまして。感じの宿坊です。かなり見てます。僕は池本正弘と言います。僕は和食屋さんですね。6席でもう1個また7席行きよったんですけど、もう今は6で行きますけどね。7したらちょっと狭いでしょ。ちょっと狭いですね。これぐらいゆとりがあった方がいいですよね。個室がまあ2名から4名だけが2席。でマックス14名ですね。そうですね。まあなんか僕の勝手なイメージですけど、矢野さんがこっち立って学校でなんか焼き物やりたりとか。僕そっちでいいんですか？こっちでいいんじゃないですか。なんか前回のこう東京のポップアップのやつ、はい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 。僕 YouTube で見させてもらって、なんかこうイメージとしてせっかくね福岡からこっち来てもらうんだったらあんまりこうバタバタしてほしくないっていうのは僕の思いであるんですよ。だからそれよりはなんていうんですかね、こうある程度お客さんとのこうコミュニケーションだったり話しながら作りながら、なんで多分ホール側も出ると思うんですよ、こっち側にも出るとは思うんで、まあゆったり2時間ぐらいのコースでできればなと思います。今のところ1部2部フリー。スタートを何時にするかですよね。スタートはもう僕は全然合わせれるんで。スタートを早くするんであれば3回転リジットコースのみっていうのできますよね。5時ぐらいですよね。まあ5時7時の7時半かまあ7時半9時半そこから30分で10時になるんですよ。以降の流れってどんな感じですか？もうなんかフリーでいいんかなと思ったりで、まあやっぱりこう、まあ僕の地元なんで、その多分僕よりも多分矢野さんに会いに来る人って断然的に多いんですね。ってなった時にその10時からはある程度例えば5品ぐらいのお品書きをパッと用意しておいて好きなもの注文してもらうか、まあその辺がどこまでこう対応できるかなとは思うんですけど、お作りとまあなんかだし巻きとか、その辺まあそんな量多くなくて5品ぐらいでアラカルトで注文してもらってみたいなのが面白いかな。結構遅くまでいるんですか、ここら辺の人。結構空いてる店も3時とかああ、空いてる店多いんで。お金をどんどん早く閉めようとしますからね。今何時なんですか？今クローズ12時。12時。一応
全然閉まらんですよね昨日も結局2時半ぐらいまで乗ってたからあとちょっとメニューをそうですね。そうこれは手書きの日替わりですね。普段はうちはまあ単価がやっぱり7000円、客単7000から1万円くらいかぐらいなんですよね。だから、まあ、基本的にはコース料理が結構多くて、まあ、できればこう矢野さんとできるっていうんだったら、まあこれはもう完全に僕の意見ですけど、ちょっと高めの単価で僕は行きたいなと思ってるんですよね。もともとがこの店が結構高級な和食のお店だったんですよ。そもそもなんか敷居が高いイメージであって、まあ、できれば僕も安い店よりはちょっと、まあ、これをかけて少し単価を取りたいなと思って、その代わり、まあ、いいものと、まあ、いい素材を使って矢野さんのところ今どれぐらいなんですか？平均値が取りづらいんですよ。そのカツ丼とだし巻きととかいうの人もいるし、まあお払いかなるですもんね、それだけで。極端ですね。1万超える人もいれば、千何百円でほとんど多いし、はいはいはい。お酒をうちの地元のお酒を何種類か、まあ5合ないですけど5合瓶みたいな、あれでちょっとこっちに持ってきたいなと思って日本酒。日本酒をせっかくなら福岡のお酒もあった方が、そうですね。何があるかな、新の寿とか新の寿。新の寿って言ってこれスラムダンクのそうそうそうあれですね。あれですね。これが結構何種類もあるんですよ。新の寿自体も三井久志っていうね、それでそう作者のね人がねこの日本酒が好きで三井久志の背番号が14番やでこれは14度なんよ度数がで結構ねネットで買ったら高いんですよ。これネットで買ったらねちょっとプチプレネみたいなのがついてて、こういうのってお酒から決めるのかこう料理から決めるのってどっちが多いんですか？料理の単価を、まあ、マックス1万5000円でしょ、まあ、そこがマックスって僕の中で考えててお酒でプラスアルファ。プラスアルファで取れればいいかなと。どれぐらい来るかでも結局1部2部は予約は取りやすいですけど、それからフリーでが一番予約は取れないんですよ。多分ね、フリーは逆に今度僕の強みかなと思うんですよね。それもいいかも。それでフリー時は逆にまあもちろんもう主役は矢野さんでいいと思うんですよ。でただフリーの呼び込む人脈は多分僕はあると思うんで、そこからまあコースで1部2部例えば来れなかった人だったりとか、もうその辺はバーッと僕が呼び込んで。でその時だけは例えば、まあ、ある程度多くの席も使って、矢野さんがこう表出ながらでだし巻きだけは矢野さんが巻くみたいな、まあ変な話シャンパンを下ろす人もおるかもしれないし。シャンパンあるんですか？シャンパンあります言うたら広島から来る可能性もあるでしょ。もちろんで大阪も行けるでしょ。香川からも。そう継続僕もやっぱ今回第1回目で、まあ、2回目も打ち合わせさせてもらってじゃあ今度旬の春やりますかとか、夏やりますかって中でこうやっぱりそこに対して負担を持ってもらいたくないんでこう来るからには儲けて帰ってもらいたいしコース料理例えば1万5000円で9品10品出すとして矢野さんが鼻に立った時に多分最初から34品目は多分矢野さんがやるんですよ。でその後今度例えば焼き物揚げ物になってきた時に矢野さんが動けるからそうなったら例えば奥の部屋も2名2名は取ってもいいんかなと思ったりコース1万5000円10品ぐらいですよね。10品ぐらいですね。あとはもうそれをどれぐらいで出すかですよね、時間ですもんね。2時間切りたいな。でもそう考えたら3回転させるんであれば長くて1時間45分まあすぐ埋まった方が
まあね、予約が埋まった方が話題性はあるし、だけんもうあとはもうフリーをどんだけ長くまでできるかですね。僕がするのは一応流れがまあ前菜、これはもう8寸みたいな形で、はい、小鉢をこう皿持ってこうか。これがまあ今揃いで20、30、40人ぐらいまで来て回る器。8寸、前菜8寸これいって、で例えば、まあ、小鉢物、なんかワン物、煮物、焼き物で、ご飯物があれだな。そっか、仕込みする時間がねえんだ。仕込みする時間がなんか握りいけるんですか？握りもいきます。握りしますし。握りにするか巻きにするかなんで、カマスあのお寿司してもいいです。あ、いいですね。サンマでもいいかな。サンマを棒寿司にしてしまってもああ、いいですす。いいでね。豊漁すぎてもさ、あれじゃん、お店で高く取れんやん。1匹100円ぐらいになってしまったらさ、じゃあうち1000円ですってさ、いや1000円高くねえけどな。サンマ？まだ細いな。今高いですね。今年サンマ腹が弱い。料理やってますんで一応わかるんですけど、今年はやたら腹が弱い気がするんですよ。でも豊漁ない。海水は熱いはずない。倍がですね。あ、倍貝。金目でどれぐらいします？これ1匹ですか？一匹いいですね。だから結構刺身は安くいろんな種類をあ入れれるっていうのもあるんですけど、福岡ってそのまあ博多湾あって、それから長崎方面、長崎方面っていうのはやっぱめっちゃこう魚が強いんですよ。特に白身とかで、あとはまたあっち大分に行ったら大分は青物が強いんですよ。それこそ関サバ、関アジ、ブリあたりは強いから、その中間でしょ。だからめっちゃ海流がいいらしくて、長崎側でいろんなこうちっちゃい島がこういっぱいあるから混ざり合ってプランクトンが舞ったりとか、そのプランクトンをちっちゃい小魚が食べて、小魚の質がいいんですよ。イワシとか、はいはいはい。でそれを食べて育つからやっぱ大きかったりとか、脂がすごかったりとか。大体マグロ今長崎ですね。ああ、長崎。マグロ。僕の後輩が佐原の漁師で、山口のどこじゃったっけね、大島じゃなかったかな。なんかね、そっちでやってて、今はハモ漁になったんですけど、イカはもらうもんみたいな、釣りの友達とか知り合いから、それで160杯あげたらしくて60杯ぐらいな、一生懸命60杯を塩辛にして刺身用にしてみんなに配って大変やった。あれはどうですか？明太子とタイあえたらいいんじゃない？例えば塩昆布とかはいはい。をあえるんですよ。で大葉乗っけてか、まあ、かぼすの皮をやってもいいですしね、結構いいですよ。なんでそこは薄く切るんで、意外と洋食を使った方が食感が残るから、でもいいし、もしサンマでするんやったらかぼすの酢の寿司酢、かぼすで寿司酢を作った方が相性がすごい爽やかになるので、まあ油がどれぐらいサンマが乗り切ってくれるかですけど、でサンマがダメだった場合はカマスでもいいですし、握りより多分そっちの方がスムーズですね。まあそうですね。
あとこっちの有名なものって何がありあますか？とキニラ。いいですね。キニラってこう何がちょっとください。まずちょっと何に使うんですか？これはうちは今おひたしとか、あと雑炊、あとだし巻きにこう刻んで入れたりとか。これ全然酢味噌でも美味しそう。酢味噌でも美味しいですね。確かこっちでキニラ食べることってないんですに。ね。出回ってもないですあるとこはありますけど出回るほどないです。これやっぱ火通したら食感って変わります？結構弱くなります。ちょっと弱くなります。メインは何で牛肉ステーキいきますか？メイン何にしましょうかね。ある程度どれもメインみたいな感じになってくるかな。だからなんかメインは考えなくてもいいのかな。そうですね。荷室ってどんな感じなんですか？打ち上げですか？今日はちょうどももが。僕はお肉は非常に弱いんですよね。料理とすると俺焼くしか知らんけんね。ならもうなんか叩きぐらいの方がいいかな。そうですね。ね。もう決まった。ノリと勢いとそれが。デザートは俺です。話まとまりました。9、10、11品ぐらいでして、先付きから始まってデザートまでのコース。大体1時間45分から2時間以内。スタートはちょっとね、わかんない。4時か5時。旬の魚を使ったお寿司を。そうですね。サンマかな。サンマの棒寿司か。向こうのお客さんとかが見えないですもんね。まあ寿司かな。寿司をメインと汁物。そんな感じで楽しめるコース作りをやろうかなと思ってます。お客さんは1回のコースで10から12、まあ、できるだけ3回転を目標に、その後は一応できる限りフリーで入れるようにかなと思ってます。営業時間は未定です。細かいことは概要欄で。あれ帰らないの？どうでしたですか？じゃあ当日よろしくお願いします。あ、お願いします。コースの中にだし巻き入ると思うんで、2貫ずつ。じゃあ当日お願いします。ありがとうございます。さあ福岡戻って仕事酸っぱい。酸っぱい。仕事場。そんな博多弁使ったことないけど。